はい、皆さん、どうもです。今回は、ソロキャンプのね、一つの道具として、先ほどフィールドホッパーを紹介しました。これ試しにね、チタンのシングルのマークアップ、かなり隅でね、真っ黒になっちゃってるんですけども、こういうのはね、僕味があると思っているので、いいかなと。で、こういうね、シングルのマークアップを置いて、お皿を置くと十分かなと。おつまみなんかを置いてもいいですからね。ということでね、紹介しましたが、今回ね、紹介するのは、こちら、ヘリノックスの、実はね、もうつい最近買いました、グランドチェアです。なんで欲しかったかというと、ハンモックキャンプをね、ソロで私やってるんですが、ハンモックキャンプをするときは、基本的に椅子はいりません。ハンモックをね、低めに設定すれば椅子代わりになりますので、ただね、ハンモックを椅子代わりにすると、実際とね、ものすごい弱点があって、この太ももの裏側、膝の裏ですね、ここにね、ハンモックのこの部分がですね、非常に強く当たるんですね。で、長時間当たると、これがね、結構痛くて、跡がつくんです。で、この後が明日、翌日とか、その翌日とかにも響くので、できればね、ちょっとハンモックの時にも、椅子が欲しいなということで、できるだけ軽いチェアを探してて、で、今回ヘリノックスのね、グランドチェアを買いました。できるだけね、ローチェアにしたいと思ってたので、もうローチェアのね、最たるもので、グランドチェアを買っています。昔はね、A ライトっていうメーカーがグランドチェアを作っていたので、A ライトのグランドチェアか、ヘリノックスか、どちらかをね、選択するっていうことが、できたんですけど、今ちょっとね、もうヘリノックスのグランドチェアしかありませんので、致し方ないなということでね、ヘリノックスのグランドチェアをご紹介します。シンプルです。もう黒、かなりね、丈夫な感じの、ビニールです。で、足ですね。この作りはもう、ヘリノックスのチェア、最近ね、このヘリノックスタイプのチェアでは、定番の形になっています。あとこれね、グランドチェア用のシートですね。ちょっと深く、お尻が深くね、入るようになってますのでね。はい。で、足の部分ですね。僕今、ちょっと訳あって、話しながら飛びしてますけど、訳あって今、北海道に単身赴任してるんですけども、単身赴任中に、椅子に座りたかった、椅子があるんで座ってるんですけど、座りにくい椅子なのでね、座りにくいし、しんどいので、この手のグランドチェアが嬉しいなと思いながらずっといました。やっとね、見つけたので、非常にね、嬉しい限りなんですけど、これ、グランドチェアって、カバーってどうしてるんですかね。カバーを引っ掛けるスタンドっていうか、フックに紐あるんですけど、ちょっと作ってみますね。非常にシンプルです。まず広いところね、背もたれの部分から入れていきます。できれば背もたれの部分から入れた方がいいと思います。背もたれの部分の足の幅の方がね、膝の部分に幅よりも広いです。こっちは狭いからつけやすいと思うんですね。で、膝に近い部分をね、留めて、最後結構力がいらないです。これでね、出来上がり。で、袋の素材がね、素材なんです。でちょっとね、スタイルとかね、
ャンプ場にを想定したね、ちょっと座り方をしてみたいと思います。はい。キャンプ場ではこんな感じです。グランドチェアに座りながら、そのフードホッパーに飲み物を乗せて、つまみ乗せてこう食べながら、飲むと。多分このスタイルが定番なんでしょう。前にね、焚き火を置いてで、こう焚き火をね、いじりますし、僕どちらかというとフィールドホッパーには焚き火の道具なんかもね、置きたいと思ってます。で、このグランドチェアね、やっぱりいいです。お尻のフィット感もいいですし、足も伸ばしてもね、安定してますので、よく言うとこのグランドチェアにゆりかごのようなオプション、ゆりかごになるようなオプションがね、グランドチェア用にあればいいんですけど、基本的にはタクティカルチェアのみみたいなので、そこはちょっと残念ですが、これであれば、いいかなと、いい環境かなと思いますし、グランドチェアでね、こうやってゆっくりと後ろにすることができます。ただこれで一番ね、良くないっていうかね、問題なのは立てないですね。立つときにお尻が前に行き過ぎるともう立てないです。だからある程度お尻をこう後ろにしながら、この前の部分と対角線上の後ろの部分を持って立つというのがいいかなと思います。はい。これでね、いいソロキャンプライフを過ごせればと思いますので、皆さんもね、ぜひ、Hinox のね、グランドチェア購入してみてはいかがでしょうか。以上、でした。それでは。